なんでドリフトの写真を撮ってるかっていうのは、いろんなのを撮ってきた中でドリフトっていう世界も好きですし、そこにいる人たちもすごい好きですし、煙と音と、あとはやっぱり同じラインを走らない、もう毎回違った感じが撮れるっていうのが面白いですね。予測不能な感じが。名前は元気ファクトリーです。ドリフトの写真撮ってます。元気ファクトリーっていう名前はもともと昔から言われてたあだ名が元気っていうあだ名があって、それだけじゃなく何かつけて1個のアカウント名にしようかなみたいなのがあって、たまたまそれがファクトリーだったっていう、それがねうまい形でハマっていい感じになったんじゃないですかね。呼びやすいとか、そういう感じだと思いますね。ドリフトに注目しようと思ったのは、昔からの友人がドリフトをしてて、で一眼レフ始めたんならちょっとドリフト撮りに来ないみたいな誘いがあり、それがきっかけで、何も流し撮りも何も知らないような状況の中で撮りに行って、楽しいなみたいな、ドリフト面白いなみたいな、沖の写真にはない楽しさが自分にはあるみたいな。なんでドリフトしないのにドリフトの写真をすごく撮ってんのっていうのはよく言われます。ドリフトをしないっていうのはただ単に怖いですね怖いです、危ないです。それは見てる方が僕は楽しいと思う。撮ってる楽しさがすごいですね。みんなの楽しい顔を撮るのが面白いですね。写真始めたきっかけは、フォロワーを増やしたい、とりあえず1万人にしたい、一眼レフ使って写真撮ってみようかなみたいな、単純な簡単なきっかけで安いカメラ使って始めて、それが2020年の1月元旦、そこから毎日投稿を始めた感じですね。2020年で始めた時は普通のインスタグラム、ただ一眼レフで写真を撮ってる日常だったり、自分が当時乗ってたトヨタのプログレだったり、沖のイベントの写真だったり、もう全然いろんなのを撮ってましたね。タイミング的なのは1万人になる前後ぐらいですね。アカウント伸ばすには特定の人に見られるようなアカウントにしようと思って、ドリフトだけにそこで始めましたね。1年ぐらい経ってからドリフトだけになりました。スタイルとしてはとりあえずは流し撮り、周りで見ている人たちが見れない画角、見れない絵を常に撮ろうと、そういう感じを心がけてます。自分がいいと思う写真と乗り手の人がいいと思う写真のズレはすごくあると思う。自分がボツだと思ってても、それを後々その人に差し上げたらいい写真ですねって言われるから、正解がどこまでいってもわからないみたいな感覚はありますね。だけどだからっつってそっち側に引っ張られないようにして、自分の感覚だけで自分がいいと思うものを出すっていう感覚はぶれないようにしてます。撮影の日の流れは、朝サーキット行ったらとりあえずみんなに挨拶回って、天候だったり風向きだったりも感じながら、今日どこで撮ろうかなとか、日がこっちから上がるから逆光だからとか、そういうの考えつつ
人がいないような場所に行くのが好きですね。とにかく人が取らない画角を撮りたいっていうのが一番ですね。ISO F 値シャッタースピードはすごく考えてます。走るこの車によってこの人はこのシャッタースピードで、この人はこれぐらいのシャッタースピードっていうのを多分1周目、朝一の1、2周目ぐらいで感じて、スピードだったり動き方でやっぱり流し撮りの追いかけ方が変わるんで、3パターンぐらいで分けるようにしてます。上手い人、中級の人、初級の人みたいなのでシャッタースピードとかは変えて、で全部のがクオリティが同じようになるように、全部が同じスピードで走ってたかのような流し撮りになるようにはしてます。カメラのセッティングとしては、上手で速い人ならシャッタースピードが例えば20分の1とか25分の1ぐらいでももうすごく綺麗に撮れますし、逆にこうゆらゆらするような人に対して写真を撮るときはシャッタースピードちょっと速めて80とか60とかで撮ると綺麗に撮れる。これちょっともうシャッタースピードへの欲求が高すぎてどんどん遅くなっていっちゃってる。どこまで下げて撮れるかみたいな課題を課してる部分もあるんで、狙い方は横を向き始めたところからずっと追いかけて、カウンターが全開になったぐらいからシャッターを押し始めてみたいな感じですね。ずっとピントを合わせて追いかけていって、でどこから押すかは感覚的なものもありますけど、むやみやたらには押してない、連写はしますけどそんな感じで撮ってますね。完璧な写真はまだないです。カメラをずっとやり続ける上で多分ずっと追いかけていくものだと思うんで、ここで満足してこれぐらいでいいやなんて思ったら多分その先はないと思う。毎回反省して帰る。あそこも行けばよかったなとか、あれも撮ればよかったなとか、こんなのも撮れたんじゃないかなっていう反省はあります。フィードバックを、受けたりすれば、すごく嬉しいです。喜んでもらえたり撮ってもらえて嬉しいですとかっていうコメントをいただけるとやっぱり次につながる活力になりますよね。写真を取り出して交友関係とか自分をリスペクトしてくれる人っていうのはもう相当広がりましたね。国内に限らず海外の方、初めて会った海外の方に「Your photo so cool」みたいなすごいびっくりするような話しかけられ方をしたこともありますし、やっぱりそこはね驚きだし、もっと頑張っていかなきゃいけないなっていう気持ちにはなります。走ってる人からの声とかで撮り方は少しは変わる。自分が思ってるだけの感覚だと走らない分ずれてるなっていうのはあったんで、やっぱりそれは乗ってる人たちと話をしたり、乗ってる人たちからの要求をちょっと聞いてみたり。でも今現在はドリフトを撮ってる人の写真をあんまり見ないんですよ。それはその人たちのなんかインスピレーションが入ってきちゃうんで、どうしても真似事みたく方向性がそっちに方向で行っちゃうんで、それは今あんまり見てないですね。いい写真が撮れたか撮れてないかの判断はその瞬間に分かります。決まったっていうような感覚はあります、撮ってて。それは流してる具合、ピント、光具合、明るさっていう部分で全部がバチンとはまるのは、でも1回の壮行会で5枚とか多くても10枚あればいいかなみたいな感じですよね。
これから写真を始める人とかのアドバイスは、とりあえずどんなカメラでもいいんで、一眼レフを使ってオート設定を使わずにマニュアル設定でカメラが壊れるぐらい写真を撮ってください。多分そうすれば必然的に何が自分に足りなくて、どんなカメラを使わなきゃいけないのかとかっていうのがもうすぐ出てくると思うんで、それをやれば、なんであの人はあの絵が撮れるんだろうとか、どうしたら自分はあの感じの写真が撮れるんだろうっていうのが瞬時に分かってくると思う。そっから徐々にカメラのボディを良くしていく、レンズを良くしていくっていう行為をした方がいいと思います。今の若い子たちが車から離れていっちゃってる中で、まだドリフトやってる20代の子たちもたくさんいるんで、その人たちが今後ドリフトがなくなっていかないようなあれがあれば、それの少しでも力になれればね、世界に日本ではこんな人がいるんですよっていうのを広めていきたいです。毎日頑張って投稿します。これからもみんながいいって思ってもらえるようなものを、撮り続けていけたらと思うんで、これからもよろしくお願いしますって感じです。死ぬまでですね、カメラが持てなくなるまで写真は撮っていこうと思ってます。カメラがもう抱えれなくなるまでやろうかなと。